ギバーサー。本日もアニメレビューの、間違えた。どうも、コンキキ今一瞬やらかしかけたな。危なかった。本当に危なかった。人は、1ヶ月続けると習慣になるらしいで、1ヶ月頑張れば、この挨拶も習慣になって定着するはずや。頑張るんは、そんなわけで、今日のレビューはこちら。ドラゴン、家を買う、だよ。なんか似たようなタイトルのドラマありましたよね。昔、嵐の二宮さん主演で、フリーター、家を買うってドラマがあったんだ。懐かしいな。そのドラマの印象より、トンネルズがパロって芸人に高い買い物させてたイメージの方が強いんやけどな。この作品、1話の冒頭から面白い試みをしているんだ。どんな試み？まず、冒頭で、この作品がどんな世界なのかってのを説明するんだ。いろいろな種族がいる。いわゆるファンタジーな世界。なんか、言い方は悪いんやけど、ベタな世界観やな。ナロー系アニメなら、はい、異世界です。で終わりだけど、この作品はしっかりとナレーションでこの世界を説明するんだ。そんなナレーションを担当しているのが森本レオさんなんだ。まさかの抜擢やな。あれ、もしかしたら、機関車トーマスを間違えて見ちゃったかなと思うほどの情緒たっぷりなナレーション。ありがちかつベタな世界観ではあるんだ。でも、そんな王道とも言える世界観を、あえて森本レオさんにナレーションさせることで、ぐっと、作品の印象が深まる。作品の引っかかり、導入のきっかけとしての森本レオさんのインパクトなんやな。正直言ってしまうと、この作品は全体的に地味なんだ。激しい戦闘シーンがあるわけでもない。ボロ泣きするほどの感動するストーリーがあるわけでもない。異世界での日常系。なんか、最近似たような作品レビューしてましたね。そんな地味な作品だからこそ、森本レオさんのナレーションというインパクトをあえて出してるんだと思う。なるほどな。この作品の主人公はタイトル通り、ドラゴンなんだ。なんかめっちゃ怒られとるけど。主人公はモンスターとしてはかなり強い種族のドラゴンなのに臆病で飛ぶことすらできない。ずっと父親に甘えて実家で暮らしてたんだ。だけど、ある日、彼のミスから父親が怒ってしまって感動されちゃうところから物語が始まるんだ。いわゆる子供部屋おじさん的な、引きこもりニート的な感じだったんやな。主人公は世間を知らないし、自分のこともよくわかっていない。ドラゴンという種族がいかに恐れられているか、この世界の社会がどうなっているのかすらも知らない。親に甘えて世間知らずやったってことか。なんかあれやな。異世界やのに、現代的な問題を抱えとる主人公やな。世界の常識も知らない。仕事もしていない。何かスキルがあるわけでもない。ゴブリンにもバカにされるようなドラゴンなんだ。この作品は、そんな彼の自立の物語なんだ。なるほど。引きこもりニート強制。この作品は、妙に現実味のある部分とファンタジーな世界観が合わさることでギャグになっている部分のある作品なんだ。感動されたドラゴンは家を買いたい。そんな彼と出会うのが魔王のエルフなんだ。この世界ではいわゆる不動産屋さんみたいなことをしてるんだ。魔王で、エルフで不動産やキャラ設定が渋滞しとる。魔物たちにとっては家。だけど、人間から見ればモンスターがいるダンジョンなんだ。ダンジョンには勇者という名の冒険者がやってきて好き放題する。そんな勇者対策として罠もあるし、複雑な構造もあるし、築100年以上の家も当たり前。普段は人間目線のファンタジーなアニメを見てるせいか、逆視点で見ると斬新やな。何も悪いことしてへん魔物の住処にずかずか入り込んで宝物を奪っていく魔物から見たら強盗やな。だからこそ主人公であるドラゴンも勇者が来ない。来ても安全な、落ち着ける住みやすい家を探してる。魔物にとっては池袋のタワマンみたいな物件探しとるんか。オートロックあり、警備員あり、24時間セコムみたいな。基本的にドラゴンとエルフがいろいろな物件を巡るっていう物語が1話1話で描かれてるんだ。それの繰り返しと言っても良い。なるほど。去年の年末のリュウさんみたいやな。あれが気に食わん、これが気に食わんって、ついには不動産屋さんまで変えて。余談はさておいて、各物件を巡りながらそこに住んでいる魔物たちと出会い、いろいろな種族を知りながらドラゴンは世界を知っていくんだ。それぞれの魔物の暮らし、社会を徐々に知っていく。主人公の見聞を広げながら見ている側にも、この作品の世界の考えられた世界設定の面白さと広がりを感じさせてくれるんだ。20年くらい前のラノベファンタジーでありがちな異世界を旅をしながら物語を展開していくって感じの要素もあるんやな。ちょっと懐かしい雰囲気や。ただ最初に言ったけど地味ではあるんだ。1話1話の物語は起承転結すっきりしてるものも多くて、その中でゲームのパロネタを多く使うことで日常ギャグを描いてる。ドラクエ、モンハン、マイクラ、いろいろなゲームのパロネタは元ネタを知ってるとくすっと笑えるものも多いんだ。元ネタを知らないと伝わりづらいパロネタの欠点はあるけど、ややメタ的な要素や演出も入れてて、時にはカメラワークをあえて FPS 視点にしたりしながらアニメーションとしての演出でギャグを盛り立てているんだ。地味さはあるんやけど、現実にこの作品らしく作品を盛り上げてるんやな。
この作品、序盤から中盤までが特に地味なんだよね。序盤はメインキャラが主人公とエルフしかいない。中盤になると、主人公は、とある卵と出会うんだ。その卵から帰ったひな鳥は、主人公を親と認識してしまうんだ。子育てできるん？最初は、そんなひな鳥を拒否するんだ。気弱で臆病で、ステータスも低い彼は、ひな鳥を守ることなんてできない。親になるなんてできないんだと。僕じゃダメだと思う。自分に自信がないからこそ、そう思っていたんだ。だけど、そんな彼をひな鳥は、頼ってくれる。慕ってくれる。他ではない自分自身を必要としてくれる。そんな存在が現れることで、そんな存在を守りたいと思い、彼は、少し自信と親としての自覚が芽生えるんだ。おお、物件探しって旅の中での出会いが、主人公の成長につながるんやな。この変化と成長が本当に緩やかで劇的に変わるってわけじゃない。主人公のようなよっぷりも人によって好みが分かれるキャラクターではあるんだ。だけど、そんな成長が求めるものの変化につながっているんだ。一人で静かに暮らせる場所を彼は探していた。だけど、B ちゃんの存在がファミリー向け物件探しへとつながり、養う存在ができたからこそ初めてのバイトをしたりもする。変化と成長したからこそのストーリーがきちんと描かれとるんやな。序盤でネタ切れするかなって思った不動産ネタとかも最後まであんまりネタ切れしなくて、集合住宅事情だったり、クジラのお腹の中の家だったり、舞話の舞台になる魔物の家の特色が1話1話しっかりとあるんだ。どんなダンジョン、いや、魔物の家が出てくるのかも楽しみになってくるんやな。終盤になると、魔王のエルフの過去も描かれるんだ。彼が、なぜ魔王をやっているのか、なぜ不動産屋をやっているのか、なぜ、見ず知らずのドラゴンな主人公によくしてくれるのか。メインキャラが少ないからこそ、一人一人の掘り下げがしっかりあるんやな。彼も、かつては世間を知らなかった。そんな彼だからこそ、ドラゴンに恩義があるからこそ、彼は同じドラゴンである主人公に世間を教えようとしている。魔物な彼らの寿命が長いからこその巡り巡る物語、緩やかな成長と変化、そして世間を知り、自立するまでの物語が丁寧に描かれてる。終盤になるともう一人、メインキャラが追加されるんだ。彼女は家出してきたお姫様。なんか、めっちゃロマンチックなシーンなんやけど、彼女は、国王と些細な喧嘩をし家出をしたところで主人公と出会うんだ。そんな彼女を取り戻しに来ようとする国王。そんな国王を見て、主人公は、親の愛を知るんだ。もしかしたら自分の父親も自分を愛していたからこそ感動したんじゃないのか。そう思えるほどに彼は成長してる。1話で親に見捨てられて感動されたと思ってたら、最終話では、親の愛を自覚する。めっちゃ綺麗なストーリー構成やん。1話1話の積み重ねが最終話で生きてくる。世間を知らなかったドラゴンがエルフと旅をしながら、いろいろな魔物と出会い、親になり、親の愛を知り、自立する。まるで子供に読み聞かせるような絵本みたいな綺麗な物語なんだ。最後まで見ると、この作品の味わい深さを感じられる作品ではあるんだ。ただ、何度も言うように地味、良い作品ではあるんだけど、インパクトのあるシーンや要素はなくて、主人公のキャラも好き嫌いが分かれる。パロネタも元ネタ分からへんと分かりにくい部分もあるしな。そういう意味で人を選ぶ作品ではあるけど、1話でクスクスと笑い、2話、3話、4話と進んでいくうちに、この作品の魅力がしっかりと感じられる作品だよ。1話切りとかせずに中盤くらいまで見ると、この作品の良さみたいなのが伝わってくるかもしれへんってことやな。決して焦って飲み干しちゃいけない。ゆっくり飲むことで、味と香りが染み込んでくるカモミールティーみたいな作品だったよ。じゃん。